警視庁から各移動、世田谷署管内センターポール。はい。センターポール。ね。はい。もうその場の通り、その言葉の意味で。男の人ってどうして見せたいの？いや、私わかんないです。僕それがもうないです。ほら持ってないからわかんない。だって腕出したいと思ったことないから。ちょっと全然レベル違うはず。いやいや、でも今の音声使った方がいいかもしれない。わかりやすくてね。今回警視庁の管轄で発生した犯罪事案について見ていきたいと思います。はい。2026年4月、警視庁管内で発生した犯罪事案は164件に上りました。ひったくりや強盗、公然わいせつなど内容は多岐にわたりますが、実際の事例を見ながら吉川さんの見解や対策を伺い、視聴者の皆さんに注意を促していければと思っています。はい。2026年4月22日水曜日午後10時2分頃のことで、新宿区中落合2丁目の路上で女性が帰宅途中、男に体を触られました。不審者の特徴は20から30歳くらいで、色が不明のキャップ帽、フード、黒色ジャンパーを着ていたそうですね。で、使用していたのが自転車で黒色っぽいスポーツタイプだったそうです。はい。まあ、やっぱ黒いですね。うん、黒が多い、ね。やっぱ私は黒を信用しないです。いや、そのね、黒というのは犯罪を犯す側にとっても黒って目立たないよなという気持ちで着てるんだと思うんですね。ですから今その通り私は信じませんっていうのでそれでいいと思う。ただどうしてもね服装はともかくとしても犯人というのは何らかの形でちょっと違和感があるんですよ。動きなんかでも歩き方でも、はい、そういうのをちょっとねなんとなくちょっと普通と違うなでいい、はい、どこか違うじゃない普通と違うなと思った時は警戒をして離れるようにした方がいいですね。はい、なんか、よく女子側、からしたらイヤホンをつけない、アイスクリームを買わない、アイスクリームを買っちゃうと家が近いんだなって思われてしまうんですよ。コンビニによってアイスを買っちゃう、溶けないからとか、あとすぐむやみに鍵を出さないとか、鍵をすぐ出しちゃうと家近いんだなとか、もうとりあえず家が近いっていうことを、なんかその周りに周知させないとかはよくアイスクリームの話ですと理にはかなってるんですけどもね、でもそれを持ってっていうことではなくて、ただ僕はその夜道などね、女性が一人で歩くときにおすすめするのは、スマホを手に持っているという、スマホに集中していっちゃダメです。でもスマホを手に持っているというのが必要です。スマホを持っているとこれからその人を襲おうとか、そう考えている犯罪者からしてみたらすぐに通報されてしまうかもしれない、ということがあるので、スマホを手に持っているってことが必要です。もっとやるんだったら、電話をしているふりする。それも必要です。確かにそうですね。電話のしてるふりもよく聞きますね。でただし電話でもう本当の意味で電話をしながら歩くのは決して良くない。集中力が欠けてしまうということね。振りで警戒をしているっていう。なるほど。深夜間のね女性の一人、まず女性の一人歩き自体、日本という国はすごい安全な国だから夜でも歩いてても大丈夫だと。確かにそれはその通りでそう思っててもいいです。しかしながら最低限の対策だけは取りなさいよということです。やっぱ自分の身を守れるのは自分ですからね。そう、自分だけです。自分だけです。もう私は黒い服を信用しません。僕もねよく例えば夜、今はあんまりないけど夜一人でね駅から歩いて帰ってくるとき、その時ね癖なんだろうね。僕歩いて帰るとき周りを見ながら帰ってきて、でその時の状況を頭の中にインプットするんですよ。前から水色の服を着た人が歩いてきた。ありますで違った。何もなかった。あそこの路地を一人入っていった。それ全部インプットしておく。それね警察官の時の癖なのかもしれない。もしもこの後その路地を入ったところで事件が起きた時にあいつかもしれないってことで、そういう注意力を持って周りを見ながら歩くというのはいいことだと思う。確かに。電車の中でねよく会ってて僕ももちろん電車に乗って
痴漢に遭ってる女性はいますよね。はいその女性については僕見てるんですけど、この人痴漢遭ってるかもしれないはいって思う時もあるんですよ。はいでもその女性が何らかの感じのアクションを取ってくれないと僕はそこに声をかけづらいのよ。だから過去にそういうことがあった時何をしたかって言ったら、その女性と後ろに立ってる男性の間に僕入っちゃう。入っていっちゃう。そうするとその女性がパッと振り返ってありがとうございますということがですから、被害の申告とまで言わないけど、はい私痴漢に遭ってますっていうことで言えるようなことでいた方がいい。確かに、うんちょっとでも助けをそうそうそう求める勇気を、はい、だから極端な話がね、例えばじゃあお尻触られてるのかなと思ったらパッと振り返るのも一つの、そうですね、そうすると確かにこういう動作をすればそばで見ている男性、なんか例えば私のような正義感の強い立派な男性がいたとします、ね。でその人がこうやってやった時「何かありました?」って声かけるじゃないですか。でそうすることによってその後に発生する可能性ある痴漢を防ぐこともできる。ですからそういう意味でしっかりと顔を上げて、そうですね、はい身を守る、はいと続いて多いのが男性による公然わいせつ事案でして、2026年4月9日木曜日午前8時20分頃に西多摩郡日の出町大あざ平井の路上で男が下半身を露出した事案が発生しました。犯人の特徴は下半身のみ衣類を身につけていない自転車に乗っている大柄な男で、自転車は色不明のスポーツタイプだそうですね。すごいこういう事案はね、僕は世田谷署というところで、ね、勤務していて、でよく110番が入るんですよ。ちょうどそれこそ8時頃とかもしくは、16時頃とか。警視庁から各移動世田谷署管内センターポール、センターポール、ね、もうその場の通り、その言葉の意味でセンターポールを出している男っていうので110番入るんです。なるほど。で実際に多い昔の皆さんのイメージでいくとコートを着てる男がうわーってやるってイメージあります。そうそういうんじゃなくて、ね、例えば、やってはいけない犯罪ではあるんだけど道路の道端で立ち小便をしてる、その突然こっち向けるとかね、だからそれはどういう場所で起きるかといったら例えば女子校の近くであるとか女性が多いところ、そういうところで起きてる本当に多いですよ。でやった後ですぐ逃げていくからなかなか捕まんない本当に捕まんない、そういうのがありますね。そんなこうセンターポールっていうのはね覚えておいた方がいいです。何のためにってなっちゃうけど、でもね、それ警察のね無線で流れるんです。ちょっと待って、全然レベル違う話していいですかね。男の人ってどうして見せたいの？いや、私わかんないです。僕それがもうないです。ほら持ってないからわかんない。だって腕出したいと思ったことないから。ちょっと全然レベル違う話。いやでも今の音声使った方がいいかもしれない。わかりやすくてね。でもね実際そうなんですよ。なんでっていうパターンは非常に多いんですよ。なんででしょうね。ちょっと聞いてもいいですか。さっきから僕で答えられることだったらね。さっきから男性の事案が多いんですよ。男性側がする、男性ばっかりなんですけど、女性側はないんです。はい。僕高校生の時に女性に痴漢されたことあります。それはね僕が電車に乗って電車通学していて電車で座ってたんですよ。で女性がされる痴漢ほどでもないんだよ。でも前に立ってる女性が立ってる女性が僕の前に来て僕の足の間に足を突っ込んできたんです。日中ってこと？日中です。日中だからそういうのもあります。帰りって。はい。いやあの時行きだったか帰りだったか忘れてる。そういやそんな混んでないんですよ。なるほど。そういうのもあります。で逆に女性がされるお尻を触られるとかそれに近いような形で、男性が女性に触られるっていうパターン。私でも新宿駅で制服着て毎日学校行ってんじゃん。すれ違いたまに胸触るんだよね。
それはすごく多かった。自転車で前から来た男に触られたとかね。そう、大した胸ないのに触るんだって思いながら。いや、ごめんなさい。今それに対して俺、そうですねって言えないから。でもあれすごい、でも男の人好きだよね。だからね、その心理的なものについてはね、なんでって言われると、だから触る方はわかるわけ。まだ、なんか見せる方ね。だから見せる方もわからなくて。見せることによって興奮する男性もいるんですよ。だから今非常に難しいジェンタルスとかでそういう問題があってね、男性とか女性とか言ってられない。じゃあ今ちょうどいいこと言ってくれたんだけど、痴漢についてもね、男性が被害者になる方も本当に多いんだよ。それ多かった。僕がだよ、もう僕が、高校生ぐらいですから、もう50年以上前だよ、からそういうのあったからね。なんか今回吉川さんからお話を伺いして、やっぱ女性だけじゃないなってすごい思いましたね。はい、それはあると思います。はい、だからいずれにしてもね、このどうしてもこういう話、今回こういういろんな話してる中で、女の子とかね、男の子とかそういう区別しちゃってるけど、区別なくて実際にそういうことは本当にあるんだということ。細かいこと言えませんけど、僕はね5年生ぐらいの時に男の子ですよ、僕男性の人に痴漢されたことあるんですよ。平均多いですね。そう、可愛かった。そう、いや、本当に可愛かったんですか、俺。可愛かったんだね。本当に、そう。可愛かったんだよね。そうそう、色白で、本当に可愛かったです。本当に。そうじゃないと。ね。でもね、そういう形で、だから、ここで今言えることっていうのは、自分は他人事ではない。自分でもそういうことあるってこと。これだけね、認識してた方がいい。そうですね。ガだってあるかもしれないよ。そうですね。いや、そうだよ。はい、もう自分の身は自分で守ります。そう。今どんどん話広がっちゃうんだけどさ、今自分のことは自分で守りますって言ったでしょ。でそこで女性の場合にはね、特に女性の場合には自分のことは自分で守るんだっていうので、捕まえようとかそういう考えを持たないで、周りの人に助けを求めてください。それが一番です。自分で解決せずに周りに。そうですね。そうだからね、だから防犯ブザー。そうですね。大きい音を鳴らす。今日はね、有意義な授業だったね。そうですね。いい話広がって。とてもいい話を伺いできました。何かあったら言ってください。わかりました。石川さんに。聞くだけは聞きますから。電話します。電話します。